海外生活しゃべり場。今回のインタビューに出場していた方は、ニューヨーク在住のキャロルさんです。キャロルさんはニューヨークのアメリカの大手証券会社にお勤めされている方で、エリートキャリアウーマン、そして2児の母でもあります。今日はですね、キャロルさんの体験談などを踏まえたご質問をしていきますので、よろしくお願いいたします、キャロルさん。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、最初にですね、ご質問させていただきたいんですけれども、キャロルさんのこの生い立ちというのをお伺いできますか？はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。私は、生まれが日本でございまして、実家が千葉で、千葉市です。で、母が日本人で、父がアメリカ人カリフォルニア出身なんですけれども、父は言語学者、母は茨城の、床屋の娘だったんですけれども、日本で基本的には小学校2年生まで、育ちまして、でその後、父が、慶応の大学の先生だったんですけれども、リタイアしてるんですけども、今は。でも当時は千葉の大学の先生で、たまたまニューヨークの、カナダにすごく近いところで、教えるお仕事があったので、小学校の、2年生から、数年間家族とそこで過ごして、でやっぱりその後、ほとんど日本のスーパーとかもないところだったので、母も子供たちが日本語を忘れてしまったりすることもすごく懸念をしていたので、またもう一回日本に戻りまして、でそこから、やはり言葉の習得というのはすごく難しいと思うんですけども、やっぱ子供だからすごく早かったので、日本に帰って、でやっぱり漢字の勉強とかやっぱりいっぱいしなきゃいけなかったので大変だったんですけど、特に敬語とか、でもそこで父の意向としてやっぱり日本語は中途半端になってはいけないっていう、彼の哲学があったので、ひたすら日本の学校に千葉の公立の学校に戻って、で中学校と高校が普通のもう受験で高校は公立の学校に入りまして、で高校では一部留学してたんですけれども、基本的には日本の高校を卒業して、で、受験で日本の大学、立教大学行ったんですけれども、で、そこで、とりあえず普通の日本の大学生活を送って、で、本当は日本で就職活動して日本で、生きようとは思ってたんですけれど、いろいろその時は就職氷河期と言われている、1990年代後半だった上に、やっぱりその時に私はなりたい仕事っていうのは、恥ずかしいんですけれども、普通に銀行員とか、それこそ証券会社とか思ってなくて、自分みたいにハーフの人がいるっていうのは、大体メディアとか、タレントとか、そういう人たちしか見たことがないし、ハーフのお友達もいなかったので、自分兄弟、4人兄弟なんですけど、そういうステレオタイプに自分も憧れて、普通にアナウンサーになろうと思って、いろいろテレビ局とか受けたんですけど、某テレビと、局に、もうちょっとで受かるところで落とされたので、そこで夢が破れて、破れてよかったんですけど、後から考えると。でもそこでここでいても、他に自分のやりたいことがあんまり見つからなかったので、一生懸命アルバイトをして、その時は塾講師で理科と数学をずっと教えてて、あとは英会話の学校でインチキ英会話学校っていうか、英会話教師をして日本語できないふりとかして、結局後からバレたんですけど、でも、お金を貯めてアメリカに留学をしようと思って、で、ちょうどテロの2週間前に、ニューヨークに、引っ越しまして、ちょうど、テロの、ワールドトレードセンター、世界貿易センターの、本当もう徒歩5分以内のところに住んでたんですけど、たまたまなんですけど、なんでよりによって9/11というか9.11の2週間前に留学行ったんだろう、しかもその近くに住んでたっていうのはまた話は、別の話ですけれども、たまたまニューヨークにその時に移動して、で、英語教授法っていうものを専攻して、言語学者の父親のこともあって、もうちょっとどうやって人が、言葉を覚えるのかっていうのはすごく興味があった。自分のバックグラウンドも含めて。で、
その後はやっぱり日本に帰ろうって思ってたんですけど、結局アメリカに、残って、結局今に至って20年近くが経ってますけれども、生い立ちとしては、長くなりましたけど、そんな感じです。わあ、なんか本当興味深いお話ですよね。ご両親がアメリカ国籍と、日本人という形で、生まれて、この4人兄弟の、1人ということなんですけれどそうなも、んです。はい。大家族で、しかも日本で生まれながら、またアメリカの方に行って、で、また日本に戻ってきて、で、次はキャロルさん、の意向でですよね、お金を一生懸命貯めて、で、アメリカに行ったと。で、その時に9/11の2週間前だったってことですよね。なんかはい。結構激動ですよね。で、日そうですね。本、本当になんかアップダウンっていうか、面白いではありますけど、聞いてる方はね、ご家族としては大変だったこともあると思うんですけど、日本は今20年っておっしゃってたと思うんですけどもね。はい。で、家族環境っていうのは、もちろんお母様は日本語教育、そして、キャロルさんは、公立のね、学校に、まず大学も行ってらっしゃったということなんですけれども、英語というのは、やはり家庭環境で学んだっていう感じですか？英語は、実は生まれた時はやっぱり父親が自分の日本語の習得に興味があったので、ひたすら日本語で話しかけられてたんですよね。で、はい。いざ日本からアメリカに移住した時に、少し1週間に1回ぐらい英会話の学校とかに通ってましたけど、ほぼ遊び。で、やっぱり ABC とかも全然本当よくわからなかったので、本当にゼロから ESL もなかったですけど、その時7歳だったので、普通の現地校に通って、3ヶ月ぐらいですかね、知らない間にやっぱり兄弟同士も英語になっていて、逆にその分どんどん日本語を忘れていって、本当母親ぐらいとしか日本語喋れなくなったので、本当にもうレベルとしては幼稚園生ぐらいのレベル、小学校1年生ぐらいのレベルでもやっぱりもう英語もスペリングとかも友達とかも全部英語の世界になったので、ある意味その言語習得という意味ではすごい良かったと思う。タイミングもすごいバッチリだったと思うんですけど、特に私と、兄と、妹はちょうどなんか時期的にそのアメリカにいて日本に帰ってもまだ英語を覚えて日本語をもうちゃんとキャッチアップできるっていう時期だったので、うちの弟はまた話は別なんですけど、やっぱり若すぎて行ったり来たりしちゃうと、やっぱりすぐにワイプアウトされて元の言語忘れちゃったりっていうあると思うんですけど、なんかちょうど両方ともの言葉が保てるような、環境にいたのはすごくラッキーだと思うんですけど、なので、小学校4年生までアメリカにいて、で、やっぱり日本に帰った時に、やっぱり日本語がすごくできなかったので、特に読み書き。だから、帰国学級っていうちょっと日本語がちょっと中途半端な子供たちがいっぱいいるような学校に半年ぐらい通って、だから日本語がどれだけできないかテストを受けさせられて、で、本当になんか漢字テストがあって、で、それができないと帰国学級にウェルカムされるわけですよ。で、本当に、やっぱり私としては、アメリカですごく算数もできて、スペリングもできて、なんかもう、本当結構優等生扱いされてたのに、特に日本だと算数ができたから、日本というかアジアはすごい算数ができるから、もうアメリカではそうもうなんか天才みたいに、なんかやっぱり日本って算数が先に進んでるから、なんかすごく優秀だと思われてたのに、もう日本に帰ったら、もうあっという間にまた奈落の底というか、何お前そんなにそれもできないのみたいな、感覚。あとはやっぱり小学校の高学年になるとみんな敬語ができるじゃないですか。でも、私としては小学校1年生ぐらいから2年生ぐらいの日本語で止まってるので、やっぱりいきなり千葉に帰った時に、あれなんかお友達がなんでみんな大人語を喋ってるんだろうと思って、その敬語を勉強する時間を失ってたので、やっぱりそれはちょっとショックで、しばらくは先生とかにもタメ語で話してたし、やっぱそういう意味でも、やっぱり数年いないだけでも、全然その、なんていうか、穴が大きくて、それをキャッチアップするのにすごい大事だったので、なんかその時はやっぱりできるだけ英語を喋らないように、できるだけ日本語を喋って、みんなみたいに喋れるようにするとか、なんかちょっと一瞬英語シャットアウトっていう時期があったんですけど、やっぱりだから父親との英語、会話も英語よりも日本語を喋るようにしたり、やっぱりアメリカに行ってからは父親と英語と喋るようになったので、あれなんですけど、やっぱそういう時期があったんですけど、やっぱ中学校に入ると英語がまたあるじゃないですか。で、やっぱ中学校に入った瞬間に、やっぱ英語のテストで100点とか取ると、あれ
いつから頭良くなったのみたいなことを友達とかに言われるぐらい、なんかそう、やっぱりその英語のこうなんか能力はこう隠されてたので、なんかやっぱりこう時期によって日本語に一生懸命集中して、なんかこう日本語を得意にする時間とか、やっぱりでも、中学校に入ってやっぱり英語とかがあったから、あ、そういえば私も英語できるんだけど、誰にも知らない。なんか例えば、なんか英語喋ってみてとか、こうクラスメートに言われるじゃないですか。それが恥ずかしくて、This is a pen とか言って、なんかこう、なんかできるだけ日本人のお友達にそうそうなんかこう馴染むようにしてたんですけど、やっぱりこう中学校になってやっぱり英語をもう一回ちゃんと違うやり方の勉強ですけど、やっぱりそれでかなりメインテインできたなと思うんですけど、まあでもグラマーもちゃんと勉強されて、でももともと話せる人間としてグラマーとかを勉強するのと、やっぱ全然喋れないのに、なんかこうクラスで文法を勉強するっていうのはすごい全然違うと思うんですけど、それはアドバンテージだったと思うので、やっぱりこう意図的に、まあ、父と日本語で話すのやめて、英語で話すようにしたり、なんかやっぱりその意識的な努力でこう両方とも喋れるようにする努力はしてたんですけど、やっぱりアメリカに留学来る前までは、なんか自分が英語ができても、こっちに留学して、やっぱ中身は、やっぱりこう、まだね、中高、大学、ほとんど日本だったので、なんか、英語できてもシステムがわからないから、やっぱそういうところでいろいろストラグルはありましたけど、まあまあそこからやっぱりこう、両方ずっと保てるような、意識的に話したり書いたり読んだりしてましたけれども。国境を越えて、まあそうですね、アメリカに渡航したときは英語があんまり上達っていうか、まあ、そこまでのレベルがなかったっていうことで、今度は英語が強くなって、で今度帰ってきた時に日本語が弱くなってて、でそのレベルを上げるためにもう一生懸命ご自身で環境づくりとか、いろいろ試行錯誤しながら立教大学にも合格されたっていうことですからね、それなりのいやいや、普通の一般の日本人、同じくらいの、もう勉学のやってたってことですよね。でも英語ができたことはすごくやっぱり受験でもプラスでしたし、やっぱそれはすごい得だったなと思いますけど、まあでもやっぱり帰国枠に入れなかったから、その分やっぱりね、それこそ国語とか日本史とか勉強しなきゃいけなかったので、まあまあ根性がつきましたけど。すごいですね。いやなんか面白いですね。今までこう私がインタビューしてきた方っていうのは、もう本当日本、育ちの日本人、ですとか、まあ、あとはね、日本で教育受けた方の外国人っていう形だったんですけど、まあ、キャロルさんが初めてですよね。両親はまあ違う言語を話してるっていうことで、本当、まあ、人生の半分ぐらいで、海外に今活躍されてるっていうことですからね、まあ、これからどんどんやっとハーフです。そうですね、やっと本当に100%ハーフになれた。確かに。遺伝子的にもね、あと、そう、やっとスピリットステートも、日米ハーフにね。なりましたね。ちょっとアメリカ側が押してきてますからね、22年で。そうですよね。また日本に戻らなきゃですね。そう、ちょっと日本が恋しくなってますけど。そうですか、面白いな。じゃあ次にまた、進めさせていただくんですけれども、先ほどもお話したように、日本生活20年、アメリカ生活も22年と、キャロルさんはね、ハーフという、枠組みではあると思うんですけれども、ご自身で思うアイデンティティっていうのはいかがなもんですか？なんか多分アイデンティティっていう言葉自体も私日本に住んでた時は考えたことがなくて、でやっぱりなんか大学1年生の時に付き合ってた日本人の彼氏が、お前のアイデンティティは何だとか偉そうなことを言われて、はみたいな、何言ってるのこの人と思ったんですけど、確かに深い話だと思うんですけど、本当にやっぱり高校も日本人の友達がみんなだし、なんか自分が見えるのはみんな日本人の友達だから、自分もその一部だというふうに信じ込みたいわけです。で、子供もみんな自分ってみんなとI'm part of them って思ってるから、やっぱりそういう感覚はあまりなくて、ただやっぱり外にお前外人とかなんかうんち色の髪の毛とかなんかそういうふうに言っていじめられた時に、私って周りとちょっと見た目が違うんだみたいなことは認識はありますけど、やっぱりなんか私はできるだけ日本人の友達となんかお友達になりたくて、やっぱり大学留学生とかもいましたけど、立教大学に。でも、なんかその辺に、なんかリュックサックとか抱えてる、なんかわけわかんない、ちょっと、なんかファッション的にセンスのない、
アメリカ人として私はこう一緒に遊ぼうとはちっとも思ってなくて私は生きてる理想の女子高生女子大生とか思ってたので、なんかこうできるだけ私は日本人の人たちとなんかこうなりたいと思ってたので、その時はなんか私は外人扱いされたくないっていう気持ちの方が強かったので、なんかアイデンティティが日本人っていうよりもなんか多分日本にアクセプトされたい自分がいっぱいあったと思うんですよね、その時は。なるほど、なるほど。で、だけど、やっぱり、どっかで日本の社会で、こう生きるっていうことに対して、やっぱりこう、いろいろこう、ストラグルっていうか、こうね、葛藤がある中で、まあ、どっかでやっぱりでもアメリカに住みたいなっていう気持ちはあったので、特に受験とかすごい辛いと思って、まあ、自分は得しましたけど、英語もできたから、でも子供たちにこういう受験戦争をさせるのはかわいそうだなっていうのが結構あって、そのうちちょっとアメリカでやっぱ子供とか育てた方がいいのかなっていうふうに、まあ、その時は思って、結局こっちにも来たこともあるんですけど、やっぱりなんかこう、その時期時期によってアイデンティティこうだんだんこう重ねてくると思うんですけど、その自分で日本にいるハーフのアイデンティティっていう、なんかこう、日本の人たちに受け付けてもらいたいって気持ちが強いアイデンティティと、でもアメリカに来て、実はなんかこう、ね、日本に行った時は外人ハーフ、日本語すごいうまいですねとか、こういちいち言われる、こうある意味、ちやほやされるっていう方はすごく、なんかこう、なんていうの、お前なんだみたいな感じで、別にナルシストのつもりとかじゃなくて、やっぱハーフって日本ですごくちやほやされるわけですよ。なんかこう変に。そうすると、なんかすごい自意識過剰な、なんかハーフとかタレントとか、日本にもいると思うんですけど、私すごく、なんか、ちょっとやっぱり自意識過剰にさせられてたと思うんですよね。だからそれがなんか良くなくて、やっぱりこうネガティブサイクルっていうか、私は特別みたいな風に思ってしまう勘違いな人になりたくないので、やっぱり日本でてよかったし、やっぱりこう、こっちに来て、アメリカに来て、やっぱりいろんな人種がいて、特にニューヨークだと、やっぱりこう、いちいちあなた何人とかハーフとか言われないことに対して、なんか、ちょっと空虚感を感じて、待って、なんか、それで終わりなのみたいな。だから、やっぱりこう毎回人に会うときに自分は何者かとか、なんかどこ出身とか、やっぱ私も見た目がこういうなんかこう、どこ出身だかよくわかんない顔してるから、普通にもうなんかアメリカ人、アメリカ育ちだと思われたり、なんかアメリカのどこ出身なのとか言われたり、なんか、なんていうの、やっぱりこう、癖として、やっぱ私は日本で生まれて日本語もできてっていうことを初めから言わないと、見た目で人って判断するから、それを私はできるだけするようにしてて、そしたらやっぱり向こう側も、なんかこう、見た目で勝手に判断してこないじゃないですか。だから、そういうふうにして、やっぱりこう、ちょっと長い回答で申し訳ないんですけど、なんかそういうふうにニューヨークの生活になって、でやっぱりでも、やっぱり20年経ってから思ったのは、やっぱりこう、一個のキャロルって日本人なの、アメリカ人のどっちのアイデンティティなのって言われても、なんかこう答えはなくて、それずるいのかもしれないけど、日本人である自分もいるし、なんかこうアメリカ人である自分もいるし、やっぱお母さんっていうアイデンティティもあるし、やっぱりこうキャリアをバリバリやって意地悪なおっさんにはこうバカにされないようになんか悔しくてやってやるっていう自分もあるし、でもなんかこうキャリアで潰れてなんか泣きそうになってなんか悲しい自分もいるし、なんかこういろいろミックスされてるところがあるんですけど、なんかこうだからアイデンティティは自分かなっていうふうに思います。なるほど。もうキャロルさんがもうこの皆無無二の、アイデンティティっていう形ですよね。でみんなそういうふうに思うべきだと思うんですよね。なんか日本人でも日本人のアイデンティティがあると思うんですけど、でもいろんな役割があると思うので、なんかこうそれをどれだけ認識してアクセプトして、なんかこうやっぱり日本人と一緒にカテゴライズされて、日本人と一緒になんかなってもらおうっていう無駄な努力は必要ないし、だから逆にアメリカ人みたいになろうと思って、なんかこう自分の日本からの出身のことを隠す必要はないし、なんかこう、やっぱり日本語できるくせに、英語で全部会話する人とかやっぱいるわけですよ。なんか、ハーフの人とかでも、なんか、別にいいじゃん、日本語でもみたいな。まあ、それはともかく。だから、すべてをこう、自分で、なんかこう、なんていうの、エンブレイスすることが重要かなと思います。面白いですね。じゃあ実際に日本ではこの自分のアイデンティティというかこう日本の社会に溶け込もうとして頑張っていた
キャロルさんがいたってことですよね、内心では。まあ、自分では無意識に思っていたかもしれないんですけれどもね。やっぱこうアメリカ社会っていうのは、やっぱりサラダボールっていう感じもいろんな人種がいるし、バックグラウンドも様々だしっていう感じではありますよね。まあ、皆さんこう箱に、なんていうかな、枠組みさせたいと思うんですよ。あなたは何人みたいな。そう。簡単ですからね、人をカテゴライズするのって。じゃあ結構日本ではなんかいろいろと質問があったと思うんですよ。なんか容姿はすごいヨーロッパ系なアメリカ人っぽいけど、なんでこんなに日本語喋れるのっていうことで、ね、質問もあったと思うんですけど、結構めんどくさかったですか、何回もこう、お話しするのは。そう、でもなんか途中でもうすごい勉強しました。日本大好きですとか言って言うと、やっぱ日本の人って日本のことを語られるの好きだから、それは素晴らしいとか言って、なんかそういう風にして、なんか半分ギャグで話してた時もありますけど、なんかだんだん疲れちゃいますよね。そうですよね。私もね、沖縄出身っていうのもあるんですけど、マレーシアで日本人に見られないんですよ。まあ、日本人ですけどね。だからよくこうキャロルさんも話されるかと思うんですけど、うわー、日本語上手ですねって言われることもあるんです。どう反応されますか、そういう時って。ありがとうございますっていう時もありますし、まあ、もちろんね、日本人の方だったら、いやいやいや、私日本人ですよっていう、言い方がありますけど、まあ、話す相手によります。こちらの現地の方だったら二度と会わない方も多いので、ありがとうございますみたいな感じで、頑張りましたとか言ってますけど。でもなんかどれだけ人が見た目で判断するかっていうのが恐ろしいですよね。ねえ、本当に。ちょっと楽しい自分もいますけどね。半分ギャグなんですけど、なんかこう、日本でエレベーターとかで乗ってる時に、外人がいるとか言われて、なんかこう、その会話をずっと聞いてるとか。聞こえてるよ、理解できてるよ、みたいなね。いやー、面ある白いです意味楽しいでね。すけど。OK です。で、ちなみに旦那様は日本人の方ですか、それともアメリカの方ですか？主人は、アメリカ人なんですけれども、私も30歳の時に独身で証券会社で働いていて、なんかやばいと思って婚活をしたんですよね。で、オンラインで、今はまあみんな結構オンラインで人を見つけるのってすごいもう普通なんですけど、特にアメリカだと多分6割、7割はもうなんかオンラインデーティングで、もうマジョリティなんですけど、多分当時は2009年だったので、結構オンラインデーティングまだ初めの頃、マッチ .com っていう、今はもう上場してる会社なんですけど、結構大手。でもやっぱり30歳の誕生日にその購読料を自分で払って、なんかこう、男あさりをするっていう、なんかちょっとこう、しかもオンラインで。それがなんか、私はすごいプライドに傷ついて、オンラインで人を探さないと可愛くないのかなとか、なんかやっぱりこう自分に対するイメージっていうか、なんかこう、なんかオタクっぽいじゃないですか、こうオンラインで人を探すって。だから、ちょっとまだその時は、今はね、結構普通なんですけど、当時はまだちょっとまだ浸透してなかったですよね、社会的にも。ちょっと渋い顔されるようなアクティビティだったので、なんかまあでもそうじゃないと、私もなんか嫌なやつばっかりと付き合ってたので、なんかやっぱりこう、いい人を見つけるのはダメだなと思って、オンラインで見つけて、で、まあ今の主人も、私もともと住んでたニューヨークのアップステートのど田舎の、まあ、たまたま近くて1時間ぐらいの車なんですけど、まあ、そこ出身の人で、まあ、とてもシンプルな人なんですけど、まあ、彼もすごいど田舎出身だから、そこからどうやって頑張れば、そこから出れるのかっていうことで、一生懸命勉強して、弁護士になって、ニューヨークの。でも彼のモチベーションは、ここから絶対もう住みたくないと思って、もう雪もすごい降るし、で、なんか別にね、そんなに親もいっぱいお金持ってたわけじゃないので、それこそいっぱいバイトとかして、まあ、ロースクールも行って、で、今は証券会社の弁護士やってますけど、で、聞こえはかっこいいですけど、やっぱりリーマンショックの後に彼も2回レイオフを経験してますし、私も1回レイオフを経験して、やっぱりお互いにやっぱりそういう辛い時期もありましたので、やっぱりこう一言で、キャロル、ニューヨークの弁護士いいなっていうのは全然違くて、なんか、あなた弁護士みたいな、もう全然そういう感じじゃない、もうイコールパートナーとして、まあ、未だに主人は子供たちまだ起きてるので、面倒見てますし、ランドリーも全部洗濯物もやってくれますし、畳み方下手くそですけど、でもアメリカ人です。はい。
わあ、素晴らしいですね。じゃあ、お二人とも、もう本当にもうキャリアを今までこうずーっと並行して、で、キャロルさんもお子さんね、二人いらっしゃいますけれども、お仕事を辞めるはい。わけではなくて、ワークライフバランスっていうのをもうチームでやってきてるってことですよね、旦那様と一緒に。うん、そうですね。はい。すごい基本助かります。的には、まあ、仕事、そうですね。まあでも逆に日本って、産休長いじゃないですか。1年とか2年とか。うん。こっちは産休が、まあ、3ヶ月、まあ、4ヶ月とかなんですけど、はいはいはい。逆に、まあ、それで文句を言ってる人たちもいますけど、うんうんうん。ヨーロッパはもっと長いとか、逆に私はそれはちょうどいいぐらいだと思うんですよね。うんうんやっうん。ぱり1年間とか2年間とかずっと子供の相手をするっていうのは、はっきり言って、やっぱりアイデンティティの問題元に戻るんですけど、やっぱりうん私もこうキャリアを積んできた仕事ができるっていうか、まあ、仕事をしてきたアイデンティティがあるので、子供を産んだ瞬間にみんなそう言って思うと思うんですけど、よこさんもそう思うんですけど、うん。思います。自分ってなんだろうみたいな。もうお思います。腹ブヨブヨだし、もうそこら中にパッドがあるし、もうどこから何が出てくるかみたいな、like, wait a minute, I used to be a career woman みたいな、なんか、こんな私じゃないみたいな、なんか知らない間におっぱいとか吸われてるし、もうなんか、もう何なのこの私あみたいな、あ、しばらく多分うん。産後プチうつだったと思うんですよね。でも、ああ、やっぱりうつ病って私とは関係ないとかちょっと思ってた自分もいうん。たので、うん。うん、うん。なんか今から考えれば、しかも緊急帝王切開だったし、やっぱりそういうなんかこう、アイデンティティクライシスっていうのはしばらくあったので、早く仕事に戻れたいっていうのがあったので、うん。もうなんかやっぱ仕事の初日って泣くかと思ったら産後復帰するのに、やっぱりなんか、Oh my God, I can go back to work and have coffee みたいな、ああ、なん確かに。かちょっと嬉しくて、うなんかんうん。ちょっと口の端笑ってるみたいな、なんか、ああ、確かになんか確かに。私的には、やっうん。ぱり、もう子育てからちょっと逃げる場所があるみたいなところうがあって、まあ、そん。れでももちろん、もう2ヶ月からその保育園受け付けるとか、そういうシステムがあったので、うん。すごく役に立ちましたけど、うん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 。まあ、そういうことで、まあ、復帰できてよかったなというふうに思いますうね。ん、そうですよね。私もね、キャロルさんと同じ、境遇にいたんですよね。やっぱこう今までね、銀行員ということでバリバリでキャリアを積んできたんですけれども、やっぱ子供第一ですよね。産んだ後ですよね。まあ、6ヶ月は復帰しなかったんですけど、まあ、今思えばですね、なんか産後うつだったなというふうに思っうております。はい、自分がやっぱん、所属できていない、この会社っていうところに所属していない自分と、あとは今までのこの知識とかってこうなんかスポットライトが当たっていない感じだったんですよね。もうずっと24時間ね、子供も1時間おきにね、起きるしとそう、か、寝不足だし、一そう、日中シャワーも入らず、パジャマでそう、ね、いたりとかもしてたんで、だからすごいわかりますね。うん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 。大変ですよね、ママって。すごい大変。うまあでん。も忘れますよね。あ、どれね、だけ大変本当ね。かっていうのは。うん、確かにね、うん、もう本当仕事復帰がね、もう本当楽しみすぎて、もう毎日そうそうワクワクしてましそた。やっぱ子育てだとね、子供中心に動いちゃうんで、でも会社に行ったらもう自分の時間軸で動くじゃないですか。うん、う。そうちょっとなんです大きいですよ。よね。うん。ああ、なるほど。まあ、どこも一緒ですね。国境関係ないですね、本当に。そうですね。うまあ一ん。番でも大きいのは、そういう自分のこうアイデンティティが発揮できるところを、なんかママっていうカテゴリーに出産した瞬間に、You're a mom とか言われても、なんなんみたいな、こうなんか子供にママって言われるまで、ママっていうアイデンティティってなかなかないと思うんですよね。うなんかん。子供産んで、ママじゃなくて、なんかこう自分の体から違う物体が出てきて、この人をこう育てなきゃいけないみたいな、そういうなんかそういう時期なので、like, no, I'm は not a いはい mom, は I'm い。just a survivor right now みたいな、なんか、はい。そういうところがあるんですけど、やうっぱり仕ん。事っていうのは、ある意味、こう、古い自分をちゃんとこう継続できる、そしてこう、なんか、こう、向上させる場所っていう意味ではは、い。うなんん。かこう、男性はずっとそれができるわけじゃないですか。そうです。なんかああ、子供産んだ休みなしね。だけでそれができる。そう。だから、子供産んだっていうことを理由に、なんか差別を食らうっていうのは、うん。最もいけないことだと思いますけど。うんうんうん。そうですね。同感です。はい、共感いたします。はあ、なるほど。キャロルさんは今、ニューヨーク在住ということで、ね大手証券会社でお仕事されてるということなんですけれども、実際には、まあ、具体的にどういったお仕事をされてるんですか？なんかそうやってこうおっしゃると、とても聞こえが素晴らしくて、なんかこう、エリート
証券会社の人みたいに聞こえるんですけど、もともと私本当に、もうニューヨークに来た時はもう超貧乏学生で、本当にもう汚いチャイナタウンのなんか本当やばいところに住んでいて、なんかマンハッタンに住む人たちは本当に金持ちなんだなってずっと思ってたので、しかももう証券会社なんかまさか自分が入るとは思ってなかったし、何を一体やってるかもわかんないし、しかも父親は言語学者ですし、自分もなんかそういう英語の先生みたいになろうとか思ってたのが、たまたま英語と日本語ができる証券員を探してますっていう電話がリクルーターから、15年前ぐらいに来て、はい、で、なんかこう、リーマンブラザーズっていう会社が仕事を探してるんだけどって言われたときに、リーマン何 ?How do you spell it? みたいな、もう私、綴りもわかんないぐらい、本当になんかたまたまウォールストリートに入った人間なんですけど、でもやっぱり入ってみたら、すごい面白い業界で、やっぱりこう、今の仕事は、そのインターナショナルな投資家、だからアジアと日本の機関投資家、あとは、アメリカの機関投資家に対して、アメリカの経済の、リサーチとか、あと個別銘柄のリサーチを、中心に、営業なんですけれども、で例えばなんかこう、去年の話で言いますと、コロナがどれだけ経済に影響しているかとか、そういった話をこう常にしていくっていうような仕事なんですけれども、コロナが入る前は結構普通に日本出張とかガンガン行って、それこそ子供たちから逃げるように日本に行って、で、去年も本当はアジアにいっぱい行く予定だったんですけど、やっぱコロナのせいで、私の出張のこうインセンティブがなくなってしまったので、そこはちょっと苦しいですけれども、でも引き続きやっぱりこういう Zoom という形でいろいろなお客さんとお話をして、やっぱりこう、実際に行かなくても、やっぱりこうコミュニケーションを続けられるっていうのは、やっぱりテクノロジーがすごいことだし、やっぱり今子供も2歳と4歳で、まだすごいちっちゃい時は出張にいっぱい行っても、どうせママがどこにいるかも分かってないし、なんかこう、罪悪感とかあんまなかったんですけど、逆に嬉しくて出張早く行きたいとか思ってたんですけど、でもやっぱり今、ママがどこにいるかとか、ずっと私もコロナで出張がなくなったので、じゃあいざ出張してくださいって言われても行きますけど、もちろん。なんかやっぱりこう子供が大きくなると、なんか寂しさ倍増と言いますか、なんかそういうのが出てくるんだなっていうふうに思いますけど、今の仕事はそんな感じです。朝早いですけど、夜もいつまでもやってますけど、やりがいはとてもある仕事なので、素晴らしい。なんかよく聞く話では、これ証券会社で働いていらっしゃる方っていうのは、まず朝起きる、新聞読む、で、ニュースを見るっていうので始まるってお伺いしてるんですけど、実際そうですか？多分、トラディショナルな証券会社はそうだと思うんですけど、今は新聞というかもうほとんどオンラインで全部読めるので、ニュースバーっと見て、あとは朝7時に朝の会が毎日あるので、それに全部参加して、今日のリサーチとか、経済状況とか、例えばなんかこう世界で何かあった時にこうちゃんとこう、みんなで認識するとか、そういう感じですけど、あとお客さんとお話ししたり、そういう感じですけども。なるほどです。証券会社ってなんかイメージ的にすっごい男性が多い会社って感じなんですけども、やっぱキャロルさんの場合は女性でね、管理職をされてるってことなんですが、いかがですか？やっぱり男性の比率の方が多いですか？多分一般的に日本もそうだと思います。管理職っていうほどまでの管理職ではなくて、一応、その、スペシャリストっていうその営業職なんですけれども、やっぱりこう業界全体的に多分男性がすごく多かった業界だと思うんですけど、少しずつ、こう私も同僚にすごいパワフルな女性がいるので、やっぱりこう生き残った女性たちは、やっぱりこの業界でそれこそ私は15年ですけど、やっぱり20年とか、それこそ40年経験されてた方とかもいるので、女性で、そこまでもうやってる方々は、もう結構タフスキンと言いますか、何がこう来てもブンみたいな、強いんですよね。そう。だから、多分私が20代、30代の時は、あんまりなんかこう、そこまでインスピレーションを受けるというよりも、もうサバイバルで、できるだけこう、周りに舐められないように頑張るとか、それこそレイオフを食らっても、絶対なんか立ち上がるとか、
まあ、頑張れば、認められるっていう信念のもとに、まあ、やってきましたけど、でもやっぱり今度は横のつながりというか、やっぱりここまでサバイブしてきた女性同士がちゃんと結束を固めて、で、やっぱりこう、周りのプレッシャーに、やっぱりこう、ステータスコーというか、今までの、ことを続けるんじゃなくて、やっぱりこう、自分たちの、アドボケっていうか、こう、なんていうのかな、存在感をちゃんと、強調しなきゃいけないなっていうところがあると思いますけれども。わあ、本当ね、揉まれに揉まれてきた、このキャリアアップっていうイメージではありますけどもね。そんなことはないですけど。そうなんですね。それなら良かったですけどね、結構厳しい業界かなっていうふうには思いますけれどもね、それでも両立しながら旦那様と、頑張って、ね、子育てもされてるということなんですけども、日本のこの働き方っていうのも、十分キャロルさんはご存知かと思うんですけれども、こうアメリカと比較してですね、どういったこの働き方、女性の視点でもいいんですけれども、なんかやっぱ比較っていうのはありますか？こう比較できる違いとか、相違点とか、共通点とか何でもいいんですけど。そうですね。多分、私もそのキャリアはニューヨークでしか積んだことがないんですけれども、前に日本の大手の証券会社とかで働いてたので、ちょっとはこう、日本の、マネジメントがどういうふうな形で、それこそ本社の東京の方々ともよくお仕事をしてたので、イメージですけど、やっぱりこう、日本って、特に、女性でも、やっぱり出産ってすごい大きなイベントもう当然ですけど、イベントだと思うんですけど、だから出産するまではみんな同じだと思うんですよね。そこそこそれこそ女性だから差別されるとかはあるかもしれないですけど、基本的には平等だと思うんですよね。だけど、私が気づいたのは、やっぱり子供を産んでから、そこからの扱いっていうのが、アメリカでもまだそのステレオタイプとかなんかいろいろありますけど、やっぱりまだ女性がそこまで男性と同じようにお金を払ってもらってないとか、そういうなんか差別はもちろんあるんですけど、やっぱりこう日本だと、特に私が子供を日本で、すみません、日本の会社にいたときに、2人産んだときに、日本の会社で働いてたんですけど、やっぱりなんかこう、お前を、持ってるから、お前を出張しなくていいとか、キャロルお母さんだから気を使ってるかとか、なんかこう、こっちはキャリアハングリーなのに、やっぱりこう、オプチュニティを勝手にくれないっていうような、なんか良かれと思ってやってることだとは思うんですけど、なんかそういうメンタリティが間違っていて、例えば私が子供を産んでやっぱり時短にしたい、時短っていうのもあまりアメリカにはないんですけど、もうそういうシステム自体もないし、日本はある意味だから産休が長いとか守られてるんですけど、でも逆に本当にガンガン働きたい人たちにとってはオポチュニティロスなわけじゃないですか。1年もいなくなったり2年もいなくなったら帰ってきてもう本当に浦島花子になってるし、やっぱりそれって女性に対してディスアドバンテージなわけであって、でも逆にアメリカだとやっぱり2人産んでアメリカの証券会社に戻ろうと思ったのは、やっぱりもっと私はチャレンジが欲しかったし、やっぱりこう平等に働きたいと思ったし、それはやっぱりだから子供を産んでまだ授乳してても出張行ってる間はその搾乳機をつけて普通に飛行機に乗って全部なんかこう先入してそれを捨てて、父はですね怒られてすみませんそれ何ですかとか言われて、なんかやっぱ日本ってそういう搾乳機もあんまりこう普及してないじゃないですか、もう産休が長いから。でもこっちはもう搾乳機は私のもう働くママのお友達じゃないですか。でやっぱりなんかそこまでしてでも私はやっぱりこうインターナショナルビジネスをグローしたいっていうなんか意思があったので戻ってきたんですけども、逆にもう子供がちっちゃかろうと何でも私だから今の証券会社に入った時にもう入って1週間後にはい君出張とか言われてwait って思ったわけですよ。なんか私まだ時間があるかと思って。でもそれを欲しくて私は行ったので、もうお構いなしなんですけど、やっぱオポチュニティをくれるので、それはすごくいいことだと思うんですけど、でもやっぱりなんかこう自分で出張しないと、やっぱこれは一般論ですけど、もちろんスペシフィックなその会社の話じゃなくて、やっぱり出張してなんか自分がこうやりたいこととかやっぱりこう言わないと、
やっぱりこう帰ってこないので、日本だとやっぱり偉いこうおじさんとか、なんかまあ女性でも偉い人もちろんいますけど、なんかこう彼らに物申して偉くしてくださいっていうのは、君誰ですかっていうふうになると思うので、多分こう日本ってこう、なんて言ったらいいんでしょう。やっぱ偉い人に喋るだけでもこう心臓ドキドキすると思うんですけど、やっぱりアメリカってその上司に向かって思ったことを素直にガツっていうのは、まあもちろんこうそこまで無礼に言うわけじゃないですけど、やっぱりもうちょっとディスカッションができる場だなというふうにはあるので、やっぱりこう日本語だとすごくそれこそ敬語の話をさっきしましたけど、すごく丁寧になっちゃうので、逆に私もだから日本の会社で働いてた時って、すごくやっぱりこう、なんて言ったらいいんだろう、こう帰国子女で敬語があまりできない、なんか半端なこう生意気なハーフみたいなことを思われたくないので、やっぱこう、なんていうの、日本人以上にすごいご丁寧に日本語で喋るんですけど、それがディスアントバンテージになっていて、やっぱりご丁寧すぎて、なんかこう私のアグレッシブネスがあんまり伝わってないことがあったりして、なんかいろいろこう、なんかこう、なんていうの、抑えられちゃうことがありますけど、やっぱ英語だと、なんかこう、結構言いたいことをはっきり平等に言えるので、もちろん偉い人は、ね、平等っていうわけじゃないですけど、なんかまあそういうだから文化の違いもあると思うんですけど、なんかその働き方の違いとか、まあその、こう企業文化とか、まあそういうメンタリティとかがすごく大きく違うなっていうふうに思うんですけど。なるほど。今お伺いしてて、なんか全然違うアプローチですよね。日本う側は、ん。キャロルさんね、大変だろうし、疲れてるだろうし、2児のママだし、家にいないといけないだろうし、じゃあ出張はなしねっていう感じですけど、とりあえずアメリカの企業ですと、もうお仕事上、こういったオポチュニティがあるから、じゃあよろしくねっていう感じですよね。母なのか女性なのかって、そこで区別してないですもんね。まあ、関係ないですよ。で、あるうん。意味、なんかそれは、まあ、うちの父親は結構もう70代のアメリカ人で日本とかいろんな国に住んでましたけど、やっぱり世代的に父に言わせると、やっぱりこう平等に扱われることが不平等だって言ってて、どうせ女性であることは変わらないじゃないですか。で、特にお母さんであることは変わらないので、はい。だから、その、こう、もうちょっとハイブリッドに、うん。その、子供がいてももう無視して男の人みたいに働くっていうのは、その理想論ですけど、やっぱり母親なので、その証券会社でもすごい朝が早いので、子供をね、朝の6時とかに置いて、なんかこう毎日働くっていうのはもちろん今までもやってきたしできることなんですけど、特にコロナが来てみんな家から働けるわけじゃないですか。だからそこからやっぱり今までのこのトラディショナルな考え方を変えるべきだし、やっぱりこう子供とか家庭っていうのをこうなんか透明人間というか、あたかもないかのように働くっていうのは、なんか今までやっぱそれは家族に対しても失礼だし、やっぱりそれこそ自分のアイデンティティ、その働いてる自分、母親っていうのをもう完全に分離してやると、ね、例えばなんかこう、子供の話をすると舐められるから、できるだけしないとか、あと例えば、面接に行っても絶対自分の子供の話はしないとか、私もそういう自分がいましたけど、あとはやっぱり、私の友達でも、ロイヤーで、まあ、もちろん私よりもちょっと年が上なんですけど、まあ、子供がいるんですけど、もうずっとその彼女のキャリアをずっと子供の話は一切しないし、子供がいたことも知らないし、写真も出さないし、なんかそっちの方が自分のロイヤーとしてのキャリアは、子供の話を一切しない方が、真面目っていうか、こう、なんていうの、シリアスに取れてもらえるからっていう人もいたわけですよ。やっぱそれってすごい悲しいと思うんですよね。だから、もうちょっとこう、人をこう全体的にその人間として見て、キャリアアップするっていうことが、例えばこう将来的に上司とかリーダーになった人たちが考えなきゃいけないことなのかなと思うんですけど、やっぱりコロナはすごく人が亡くなったりして、すごく大変な不幸な事件だと思うんですけど、やっぱりこう、人を人間化したっていう、こうヒューマナイズしたっていうことはプラスだと思うので、例えばこういうズームのミーティングでも、絶対子供が出てこないように頑張るけど、出てきちゃう時とかあると思うんですよね。でも、wait a minute, he's a dad, she's a mom みたいな。やっぱりそういうのもいいのかなというふうには、常にはいけないですけど、だから私もここでロックして子供が入んないようにしてますけど、やっぱりヒューマナイズするのは大切だと思います。なるほどね。でもそうあるべきですよね。キャロルさんっていうお仕事もしていて、母親でもあるわけですから、やっぱフレキシビリティとかね、やっぱこの家族の軸っていうのは絶対ぶれちゃいけないと、私の中では思ってるんですけれどもね、やっぱ家族ありきの私たちっていうのもありますので、キャロルさんのね、同僚の、先輩の方も
キャリアを一筋で行きたいっていうことでね、背後の方に、家族っていうのを隠してたっていうエピソードもありますけれどもね。私はキャロルさんの後者の方かなっていう感じはしますよね。家族ありきの私ですという感じはありますよね。多分世代的な問題だと思うんですけど、いっぱいコロナを経験したこの我々の世代と、あとはもっと若い世代っていうのは、多分そういうふうなことをなんか考えてるのかなと思うんですけど。そうですよね。家から働けるって本当に強みですもん。本当に思ってます。私も。今まだ、在宅勤務ではありますけれどもね。オンライン授業でね、結構毎日家の中がわちゃわちゃして忙しい家ではありますが、3月から、登校開始ということで、私も子供たちもイエーイって感じですけどね。なるほど、なるほど。変化に本当順応していかないとっていうお話ではあるかと思いますけどね。了解です。いやー、なんか面白いですね、キャロルさん。これフィルターがないって言うんですけど、私は正直にね、すべてをおっしゃってくれてるんで。喋りすぎ。いや、私としても、こういったお話をしてくれるんですかっていうことで、ちょっと爆笑もしてたんですけども、すごい嬉しいです。かなりオープンハートでお話ししていただいてるんでね。はい。キャロルさんもちょっと最後になってしまうんですけれどもね、これからですね、この、不況というか、日本の方たちもね、もしかしたら今後たくさん海外に目を向けて、で海外移住を検討している方もいらっしゃると思うんですよ。そういった方たちのためにですね、キャロルさんの、そうですね、ハーフという、バックグラウンド、そして日本、そしてアメリカですよね、の経験、スキルっていうのを踏まえた上で、何かメッセージをお願いしていいですか？はい。自分の夢っていうのは、それの時々で変わると思うんですけど、やっぱりその時あった夢っていうのは、若い時って、やっぱりあんまりそこまで深く考えないで実行できると思うんですよね。で、これを聞いてる、深くない方もいらっしゃるし、私も42歳なので、あんま人のこと言えないですけど、でも若い人たちには、方々には、もう just do it って感じなんですよ。なんでかっていうと、やっぱり私も22歳で勝手に2つのスーツケースでニューヨークに来て、いきなりテロが発生して、しかもこんなにニューヨークが高いのは知らないままでもバイトして、なんとか生きてきて20年とか経ってますけど、なんとかなるんですよ。でも、やっぱり信念が必要ですし、やっぱり自分ができる、I can do it って思ってれば、夢は叶うと私は勝手に思ってるんですけど、やっぱり若い方々たちには、ぜひそういうふうに諦めないで、これでいいやって思ってほしくないと思うんですよね。で、やっぱり年配の方とかいっぱい経験されてる方には、こんな小娘が何を言ってるんだって思うんですけど、やっぱり海外に目を向けることっていうのはすごく大事なので、もしお子さんとかいらっしゃる方々が今いらっしゃる場合とか、お孫さんとかいる方にとっては、やっぱり若い世代にやっぱ夢を持つ、You can dream as big as you want って思うんですよ。で、それはやっぱり他人事じゃないし、日本ってやっぱり社会がすごく厳しいので、そのレールに乗ってこれで人生と思って、それがうまくいかなかったら自殺しちゃうとか、そういうことは本当に悲しいので、もう本当に自分がやりたいことを全て叶わないですけど、叶わなかったらまたそこで考えればいいわけですし、調整は効くので、一回きりのチャンスでそれがうまくいかなかったら人生終わりじゃないので、常に never give up。あとは、いい人、be kind っていうのが、それは別に海外とか関係ないですけど、やっぱりいい人になることは重要だと思います、世界中で。なるほどですね。まさにそうですよね。やっぱドリーム、目標があるのであれば、小さなものでも大きなものでももう関係ないですからね。ドリームにここにあってでも20年後に達成する可能性もありますしね。本当に目標を立てる、信念というかそれに沿ってね頑張っていくっていうのも大事ではありますよね。で最近では日本に限らないかと思うんですけど、何がしたいかわからない方って多いじゃないですか。でもしかしたら、こういった方たちっていうのはやっぱ客観的に、誰かから見てですね、あなたの強みはこれじゃないかと、言ってくれる方っていうのももしかしたら必要な可能性もありますよね。本当もったいない。多分だから
その今若くて海外に行きたいっていう方もそうなんですけど、そのおっしゃる通り、その年配の方とか、そのメンターといいますか、やっぱりあなたにできるよっていう自信を持たせる、やっぱ自信っていうのがすごく大事だと思うので、やっぱりアメリカ人って実力がないけど自信だけは世界中に誰よりもあるっていう統計が出てるらしくて、やっぱりそれって羨ましいんですよね。なんか、なんでそんなにこの人は根拠のない自信を持ってるんだっていう風なことが多いんですけど、やっぱり自信を持ってると、なんか信じちゃうんですよね。まあ、某大統領もそうですけど、彼があれができるんだったら、私もできるじゃんみたいな、やっぱり夢って頑張れば、まあ、彼はでもいろんなことをやってるので、能力があると思うんですけど、やっぱり自分を信じる、あとはその人を周りが信じる、例えばお母さんとかお父さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか上司でも何でも、お前はできないんだっていう日本のそういう考え方を本当に撲滅したいと思います。本当に誰でもチャンスはあると思いますし、なんかそういう意味では、believe in yourself and make others believe in you っていう感じですね。なるほど。いいですね。なんかキャロルさんと話してると、日本人の要素もありながら、ね、今のね、メッセージは結構アメリカ寄りのメッセージかと思うんですけど、いいですよね。ハイブリッドでこう使い分けられるっていうのも、ある意味、羨ましいですけどね。あんまりハイブリッドすると闇なので入れませんけど。そうですね。それは次回にということで。いやー、はい、キャロルさん、本当にアイデンティティのお話ですとかね、日本、そしてアメリカのこの仕事の仕方だとか、こう人の考え方とかっていうことで、かなり奥掘りして、深掘りしてごめんなさい、お話しさせていただいたんですけれども、すごい私もためになりました。とんでもないです。これからも頑張ってお時間ありがとうございます。いやー、OK です。すいません、キャロルさん。今日は今、ニューヨークは今何時ですか？結構もう。今は、子供の、消灯時間をはるかに超えてますけど、まだ子供たちが暴れてるので、11時です。明日は休み土ですか曜日なので大丈夫です。大丈夫ですね。こちらはね、日曜日ですけどね。OK です。ありがとうございます。いやいや、こちらこそです。キャロルさん、また本当に末永く、キーピンタッチで連絡取り合いましょう。もちろんです。ありがとうございます。本当にお互いに、そして皆様も、誰かこれを聞いてくださる方には大変感謝です。お時間ありがとうございます。ご丁寧ですね。私、そのご丁寧さがないんですよね。いや、一応日本的になってみました。すごい。今切り替わりましたね。OK です。はい、じゃあ、キャロルさん、もう本当に、夜遅くまでインタビューしていただいて、本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあまた連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。じゃあそれでは、じゃあ失礼いたします。失礼します。